りさです。今日は久しぶりにこの地詰めの状態のショートネイルでワンカラーのネイルをやっていきたいと思います。ケアの方は昨日済ませてあるので、まずはファイルで爪の形を整えていきたいと思います。最近はほぼいつも長さ出しをやってたんですけど、今日は4月の6日の日曜日で、そろそろネイリスト検定の3級が近づいてきているので、こちらの練習にちょっと力を入れたいなと思って、地詰めの長さでのショートネイルをやろうかなと思います。今までほぼ週1ペースでネイルを変えてきたんですけど、私は2025年の4月の試験を受けるんですけど、今年の2月ぐらいから準備を始めていて、これまでねほぼ週1でネイルを付け替えながら検定の練習もやってたんですけど、ちょっと今週からはね付け替えの頻度を減らして検定の方に力を入れたいなと思ってます。また検定の当日終わったらどんな感じだったかっていうのもお話ししたいなと思ってますので、ぜひ興味がある方はそちらも楽しみに待っていただければなと思います。爪の形を整えて、表面の甘皮を少しだけウエットティッシュで取ることができたので、ささくれなど目立つところをニッパーでカットしていきます。昨日ケアをやったつもりだったんですけど、やっぱり1日経つとまたささくれとか出てきちゃいますね。あとね、今日いつも使ってたライトがちょっと壊れちゃってつかなくなっちゃったので、ライトなしで撮影してて暗かったら申し訳ないです。ではケアが終わったので、まず手の甲が焼けないように日焼け止めを塗っておきます。一応手袋もしてるんですけど、やっぱりね日焼け、1年間このネイルを頻繁に変えるっていうのをやって結構気になるようになっちゃったので、まず日焼け止めを塗っておきます。手袋もはめて、先ほど日焼け止めを塗った時に爪にも油分がついていると思うので油分除去をしていきます。まずはウエットティッシュで表面を軽く拭き取ります。ほぼ長さ出しを毎回やってるんですけど、やっぱり地詰めでちゃんとロングネイルができるように育成したいなって最近思ってます。やっぱね、地詰めが伸びてる状態なのと長さ出しをしてる状態だと若干ねやっぱ生活のしやすさが変わってくるなと思ってて、地詰めの場合は折らないように多少は気をつけないといけないと思うんですけど、やっぱね地詰めの方が生活しやすいと思うんですよね。では次はプレプライマーを塗っていきます。これはね検定用にラベルシールを貼ったんですけど、私はネイリスト検定を人間のモデルさんじゃなくってモデルハンドっていう人工の手っていうか手首から上みたいな部品があるんですけど、それに人工のネイルチップを貼り付けて人工のルースキューティクルのシールを貼って、それに対してケアとかカラーリングを行うっていう形で試験をやるんですけど、そのね人工のチップがこのプレプライマーだとちょっと溶けるんですよ。素材の問題だと思うんですけど、なんか相性が良くなかったみたいで、だからね本番ではプレプライマーを使わずに油分除去をする予定になったので、これは私の自分の爪に使っていきます。はい、油分除去まで終えることができました。では次はいよいよジェルを塗っていきますの前に、今回使うカラージェルを準備しておこうと思います。今回使うカラージェルがこちらのシュレオンのカラージェルになります。これはネイリストで YouTube もやられているゆりな先生という方がプロデュースされているジェルのシリーズになるんですけれども、私めちゃくちゃゆりな先生のネイルすごく大好きで YouTube 始める前からすごい見てたので、このカラージェルも購入しております。こちらが、ダークカラーのセットというもので購入したものになっていて、順番にS217218219219 S220 MS316 というカラーになってます。まだ開封してないカラーもあるので、まずはこのジェルの開封からやっていきます。こちらは以前の桜モネイルの時に使用したのですでに開封してあります。こんな感じのダークチェリーみたいなカラーです。こちらが S218 番。このシレオンのジェルのすごいところはこのね蓋がめちゃくちゃ開けやすいところなんですよ。めっちゃありがたいですよね。これカッターとかで開けないと開けれないメーカーあるじゃないですか。指で開けれてすごいありがたいです。こちらブドウみたいなパープルのカラーですね。こちらと S219
れは赤っぽいブラウンですかね。ブラウンカラーです。そして S220、 こちらはクリアなブルーです。そして MS316、 これは少しマットが入っているブラウンですね。今日はこのカラーを全て5本の指に違う色を贅沢に塗っていこうかなと思います。ではまずベースの方から始めていきます。シャニージェルメヨのピールベース、剥がせるベースを塗っていきます。いつもは爪全体にこのピールベースを塗るんですけど、今回は爪の中心部だけに塗って長持ちさせていこうと思います。もちろんねこれ全体に塗っても全然長持ちするんですけど、より密着力を高めたいなということで、周りを 1mm か 2mm 程度開けて爪の中心部分だけに塗布していきます。では爪全体にこちらのグレースジェルのベースジェルを塗っていきます。このグレースジェルのベースジェルは普通のベースジェルなのでアセトンオフをする形になるんですけど、これねエタノールでも落ちるらしいんですよ。アセトンより時間はかかるって書いてたんですけど、だからねオフもそんなに手間ではないかなということで、今回はこちらを使っていきます。これを先ほど 1mm か 2mm 残して塗っていた爪の端も含めてしっかりと爪全体に塗っていきます。1年間ネイルを自分の爪にやってみて気づいたことがあるんですけど、やっぱりベースをいかに綺麗に整えるかでその次に乗るカラーの綺麗さってなんか全然変わってきますよね。そしてこのベースを整えるっていうのがめちゃくちゃ難易度高いなっていうのにも気づきました。本当にこれを当人十色の他人の爪にやってるって思うと、ネイリストって本当にすんごい職業だなってめちゃくちゃ痛感しましたね。自分の爪だとある程度甘皮の張り付き方とかお肉の盛り上がり方とかが大体分かってると思うんですけど、ネイルサロンに来るお客さんってみんな同じ感じじゃないだろうし、新規のお客さんが来るなら来るで最初の施術の前に見て判断してどういう風にやろうかなとか考えないといけないし、本当に尊敬するとともに私には絶対できないなってやっぱり思いましたね。結構知り合いの方とかにネイルの資格取るならネイリストになるのとか、そんなに趣味で好きならやっちゃいなよとか職業にしちゃいなよみたいなことを言われるんですけど、本当にねそんな軽々しくネイリストなろうって言えないなって思っちゃったんですよね。自分の爪にやればやるほど本当に、私昔からハンドメイドとかなんか絵描いたりするの好きなんですけど、マジでクオリティが本当に自分の理想としてるクオリティまでたどり着けたことがなくって、本当はねなんか全然不器用なんですよ私。多分ちまちました作業とか結構向いてないなって思うんですけど、そんな私でもねネイルが楽しいな好きだなっていう気持ちでここまで頑張ってやっているので、同じように私なんか不器用だしなとかセンスないしなとか思っている方がいたら諦めずにぜひ挑戦してみていただきたいなと思います。どっから目線だよって感じですけど。では次はカラージェルを塗っていきます。親指からどういう順番にしようかな。こんな感じかな。そういえばコンテナタイプのジェル塗るのめっちゃ久しぶりかもしれないです。めっちゃでもないか。前にこのシレオンの S217 を使ってネイルしたのでこんなに久々でもないの。やっぱり今ほぼボトルタイプを使うことが多くって、ブラシを使ってカラージェルを塗るっていうの本当に機会が少なくなりましたね。カラーは2度塗りしていきます。めっちゃクリア感あって可愛いですよね。これは確か去年の冬に出たラインナップなんですけど、結構ねこういうピンクとかクリア感のある色味なので私はすごい春にいいなと思って購入しました。2度塗りしても結構クリアな質感というか感じが見えるので重くなりすぎずすごくおしゃれなカラーだと思います。こちらで硬化していきます。では次は S219 を塗っていきます。ここからは初めて使うカラーになります。
結構濃いですね。濃いめのブラウンで意外とダークチョコレートみたいな感じの色ですね。チョコレートソースが近いかな。スタバとかの飲み物に入ってそうなチョコみたいなブラウンです。確かにこのブラウンが入ることで一気に秋冬っぽい感じもして、なんか今の春なんだけどちょっと寒さも残ってるみたいな季節にすごいぴったりですね。派手になりすぎないみたいな。次は S220 を塗っていきます。なんか集中するとめっちゃ無言になっちゃいますよね。ワンカラーやっぱ塗るの難しくってめっちゃ無言になっちゃう。 S220 はこんな感じのすごくダークなカラーですね。青というかネイビーもちょっと入ってそうな感じの色味です。パステルカラーでこういう風にワンカラーで全部の指の色が違うっていうのがすごく春っぽくていいかなと思ったんですけど、なんかねこの私の丸っこい爪のフォルムにそれをやっちゃうとめっちゃなんか芋っぽいというか子供っぽい感じになっちゃうなと思って、今回この透け感があるかつダークな色味を選んだんですけど、なんかねすごい正解だった気がします。ちょっと大人っぽい感じを出しつつショートネイルでもちょっと大人っぽいというか渋い感じの色味でバランスが取れたなと思いますね。こちらも2度塗りしていきます。これねなんかムラなくちゃんと均一に塗ることができる技術を持ってる方なら一度塗りでもねすごい可愛いと思います。透け感がより出て爪のこのネイルベッドのピンクの部分が見えてもいい感じになるように調合されてるなって感じがしますね。ちなみに筆はこんな感じで拭いながら使ってます。こちらのブラシは確かねアトリエロンドさんのコラボで出てた圧抜き筆っていうやつになってて、筆圧が自然な感じで抜けるよっていう商品ですね。めっちゃ塗りやすいです。では薬指はこちらの MS316 を塗っていきます。これだけちょっとマットシアーのカラーですね。私本当にゆりな先生のされるデザインめちゃくちゃ大好きで YouTube もちろん見てるんですけど、オンラインサロンにも以前入っててめちゃくちゃね勉強になりました。私初めてこのネイルのオンラインサロンでプロの方がやられている技術を有料でお金を出して学ぶっていうことをやったんですけど、本当にねこの商材ってそういう使い方もできるんだとか、技術次第でいろんな表現ができるっていうのを知ってめちゃくちゃ感動しました。そうセルフだからサロン参加するかちょっと悩んでたんですけど、そうセルフでも学ぶことによってアートの幅が広がるっていうのを見て思い切って入って受講してよかったなって思います。私と同じようにセルフだからなって思ってる方いたらぜひねお金とか時間に余裕があったらやってみたらいいと思います。で今回やったのは特に課題提出が必須ではなかったのでセルフでもマイペースに勉強することができたんですけど、中にはね絶対課題出してねとか添削必須ですみたいなところもあると思うので、まずはこのとっつきやすいもう自由ですみたいなものを探して入ってみるのもすごいねいいと思います。あとねオンラインの面談で15分ぐらい実際に先生とお話できるっていうのもあって、私も一度お話を聞いていただいたんですけどめちゃくちゃね喋ってよかったなって思いました。やっぱねいろいろ自分では情報収集してるつもりでも実際にプロの方と話してみないと分かんないこととかめちゃくちゃたくさんあると思うので、私が入ってたのはオンネイルっていうオンラインサロンのポータルサイトみたいなのがあってそこに登録するっていう感じだったんですけど、もしねすごく好きなネイリストさんとかいるよっていう方はその方がサロンとかやってないかなっていうのを探すのもすごいいいと思います。私が入ってた回は11月後半から年末まで2024年の年末までのものだったんですけど、その時ねめっちゃ仕事がねもうめちゃくちゃ大変だったんですよ。私普通にサラリーマンやってるんですけどめちゃくちゃ大変で毎日もうメンタルがやばいみたいな感じだったんですけど、帰ってきてね30分でも1時間でもオンラインサロンの動画を見ながらネイルの練習をチップにやってみるっていうのを結構ね週3とかね時間取るようにしてて睡眠時間とかはね短くなっちゃったんですけど、それでもやっぱねメンタル来てる時って手を動かしてあんまり頭で考えすぎないようにした方がいいなっていうのもあって、すごくね私にとってはこのオンラインサロンで受講したっていうのがめちゃくちゃ救いというか癒しの時間に
なってたので、なんか逆にねちょっとメンタル来てる時はあんまり何もできないなっていう人もいるとは思うんですけど、ちょっとでも余力があるんだったら好きなことをやってみるのはすごいいいと思います。結構普通に働いてても浮き沈みありますよね。では最後小指にこちらの S218 を塗っていきます。これはブドウの果汁みたいな感じのカラーですね。かわいい。ウェルチのブドウジュースってこういう濃いパープルですよね。あれめちゃくちゃ好きなんですけど、私かわいいです。カラーをすべての指に塗ることができました。ではトップジェルでコーティングしていきます。使うのはいつものこちらココヒタのウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルです。今回はいつもよりしっかりと持たせたいので爪のエッジ部分にも塗っていきます。いつも塗ってないのかよっていう感じなんですけど、地爪の時はねあんまり塗ってないことが多いですね。その方が1週間でオフしやすいので、今回はやっぱり薄く仕上げたいのでトップジェルも薄めに塗っていきます。トップジェルでコーティングできました。では左手にも塗っていこうと思います。筆を拭ってたティッシュがこちらです。なんか色の系統が揃ってるからちょっと綺麗ですよね。実はこのベースジェルがもう残り少なくなっていて塗りづらいので、こちらのキャンドゥで購入したコンテナの方にジェルを移し替えていきたいと思います。これは2個入りで売ってました。ではこの上から先ほどコンテナに出したグレースジェルのベースジェルを塗布していきます。親指に持ってくるカラーによってかなりバランスが変わりそうですよね。ちょっとダークめのブルーを塗ってみようと思います。はい、すべての爪をトップジェルでコーティングすることができました。めっちゃ綺麗。やっぱりワンカラー塗るの難しいですけど、仕上がるとすごい綺麗に見えますね。ちなみに使っているのは OPI のプロスパというオイルになります。これね、蓋が完全に閉まらないので、こういうボトルタイプは家置き専用ですね。ペンタイプも出てるので、お出かけに持ってきたい方はペンタイプを買われるといいと思います。はい、こちらで本日のネイルは完成しました。めっちゃ可愛い。このシレオンのジェルはどの組み合わせで塗ってもすごくおしゃれに見えるようになっているそうなので、ぜひ気になられた方はチェックしてみてください。ではしばらくネイリスト検定に向けて練習に専念したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。